はい、こんにちは。村岡正則です。今回はですね、ルアーフィッシング上達講座ノット編、お届けしたいと思います。わかりやすくお伝えします。ノット編ということで、釣り糸の結び方で、今回は、メインラインと、P ラインとかね、とリーダーと言われる、ルアーに最後近い部分のリーダーとメインラインを結ぶ間のノットについて解説したいと思います。で、僕自身はですね、アジングとか小さいライトゲームから、シーバス、ジリング、それから GT ゲームまでほぼ一つのノットでやってます。で FG ノットって俗に言われるやり方ノットなんですけど、やり方としては編み込み式って言われるですね、編み込んでいく FG ノットで、全部をやってます。それについて解説したいと思います。で、今日はですね、分かりやすいように毛糸と、チューブですね、これをリーダーと例えて、毛糸を P ラインと例えて、見えやすくしてやってみたいと思います。はい、それではなぜまずですね、僕が編み込み式 FG ノットを使うかというと、僕自身も若い頃からいろんなノットを研究してきました。で20代の頃はまだ FG ノットなんてなくて、オルブライトノットとかですね、いろんなビミニツイストとかいろんなことやってきたんですけど、ある時ですね、雑誌地球丸さんのソルトウォーターというですね雑誌で、この編み込み式 FG ノットっていうのが紹介されてたんですね。でそれまでは指にループを作って、こう回転させて、これも編み込んでいくんですけど、テンション張りながら編み込むやり方が紹介されていて、これを試したところ、明らかに同じノットで形状とか編む順番は出来上がりは一緒なんですけど、編み込み方が違うだけでこんなに強度が変わるのかってぐらい、強かったです。それから安定してたんですね。でどっちかといえばこの安定が大事で、やっぱりこうムラができちゃうと、そのねムラの加減値しかね釣り人は信用できないですけど、高い安定度でノットが組めたということと、もう一つはですね、ほとんどの作業が目つぶってできるんですよ。ってことは風がビュービュー吹いてたり、夜だったり揺れる船の上でもそんなに見てないでパッパパッパできちゃうんですね。これがもう断然現場で、要は強い現場で間違いなく高い強度が組めるという点で、これ一択になっていきました。でライトゲームだったらライトゲームのやり方、GT ゲームのビッグゲームのやり方ちょっとずつ変えながら今に至るんで、それについて話したいと思います。でまずですね、編み込み式 FG ノット一番大事なのはテンションが必要なんですね。ロッドがメインラインがプランプランの状態だと編めないです。だから、テンションを張った状態を作るので、いろんなやり方がありますが、一番簡単なのは現場に必ず合う竿ですね。釣り竿をこう持って巻いた状態、曲げた状態、この状態でこちらで編んでいけば、編んだ分だけ常に竿がね戻ろうとする力で糸を引っ張っててくれるわけです。これがすごい大事なんで、竿では結ぶ前にメインラインを通して、編みます。だけど編んでる最中にここのラインが傷ついちゃいけないんですね。だから立てかける時に、例えば車ぐらいだったらこう立てかけて踏んで、こうやって引っ張ってビューッと編んじゃうやり方があります。こうするとね、車の鉄板だったらラインは傷つかない。だけどこれ磯とか堤防でやったらここがザラッザラなって、当然ここでどんなに強いノット組んでも全く関係ないですよね。メインラインが傷ついちゃうから。だから、船だったら刺してやる、ロッドホルダーに刺す、それから脇に抱えて曲げる、長い竿とかだったら股に挟んで曲げるっていうようないろんなやり方でやってください。大事なのはこのすでに通っているメインラインを極力傷つけないこと。だから人によっては家でスプールごとに全部巻いちゃって現場では出すだけっていうようにしてる人もたくさんいますね。はい、で僕は現場で巻いちゃう派です。で仮にですね、今通して巻いた状態でやりたいと思います。はい、じゃあ実際巻いていきましょう。メインラインを通して竿を曲げてテンションを張った状態を作ります。でこの状態で刃に加えて、で刃が滑っちゃう人は先端を一回こう、肩結びしてもいいです。刃にねテンションかけられない人は、そうすると刃に引っかかるんで、軽く張れも OK です。これぐらいで、この状態からリーダーを上に当てます。
上から当てます。これ下から当てないように上から当てます。で手前のラインを通してひねってクリッと1回回す。この状態が大事です。一番最初はもう一回やりますよ。上から当てて手前を通してクリッとひっくり返す。この時クリッとこうなんかリーダーラインがメインラインがリーダーを滑ってクリッとはまるところがあるんで、そこにはめてください。で続いて今度奥側行きます。奥側のラインを下から上に通してクリッと、この状態、これでワンセットです。手前の下から上、奥の下から上でワンセットで、上から当てるっていうのと手前からやるっていうのはなんで大事かというと、この時最終的に、要は抑えるラインとこっち側の本当にテンションが大事なメインラインがあるんですけど、メインラインが常に上側に来るように、編みます。これが逆になると潰されてそこで切れるんですね。だいたい 10% ぐらいも結び方っていうか、その時の締め方によっては変わらない時もあるんですけど、10回ぐらいやると明らかに上から当てた方が強いということが分かってますんで、今の順番は遵守してください。でこれを繰り返します。だいたいですね、ライトゲームの場合12回ぐらい、シーバスとかショアジリングの場合14から15回、それから GT、ビッグゲームですね、平正おっしゃるのビッグゲームの場合だいたい20回、編みます。ちょっと編んでいきますよ。はい、で2回ギュッとで3回で編みます。でこの時大事なのは見てください、この角度を作ることなんですね。仮に、テンションがこうなっちゃうとどうなるかというと、こっち側に編み込みがいっちゃったり、しちゃいます。で要は編み込んだバッテンが並んでいかないといけないので、張った状態でこう弓を引くようなこの形を心がけると上手にできます。これがこうなっちゃったり、もしくはたるんじゃったりすると上手に編めなくなるんで、こうしっかり張って左方向でこの三角形作って、ちょっと待って、でこういうふうにしっかりクリってはまるんで、これでこう編んでってください。でこれね、編み始めたら目つぶってもできます。もう見てないでも大丈夫だから。僕ももうおっさんなんで夜この距離なんかピント合わないんですけど、見てないでも基本編めます。目をね、つぶっても編めるってことは、風が吹いてても大丈夫だし、揺れてる船の上でもここだけ見なくても、なんかどっか遠く見ながらパッパッパッパ、完全に体が覚えちゃうともう指先でパッパッパッパ編んでいけるんで、回数だけちゃんと数えておけば OK です。で仮にね、ちょっと今回ラインが短いんで、14回ぐらい編んだとしましょう。そしたら、下上でワンセットですね。で最後ラストは手前側です。手前側1回だから、正確に言うと12回だったら 12.5 回で止めるってことですね。上から当てて下から、手前側を下から上に通したら、最後も上手前側から下から上に上げた状態で止めます。はい、ということで巻きつけ終わったら、1回最初にあるのはハーフヒッチです。ハーフヒッチはリーダーとメインラインを合わせて、それに1回巻きつけて、そのねループに通して、これはできますね、肩結びですね。で滑らせながらくくっと仮止めをします。でこれでほぼノットの強度の元になる部分は完成してます。はい、で、この後、締め込むんですけど、まず締め込む前に必ずつばでノット全体を濡らすことが大事です。乾いてやるのと濡らしてやるのでは、完成強度が 30%、40% 違うので必ず濡らす。海水で濡れててもポリエチレンなんで速乾性素材ですから、ノット組んでる間にね乾燥してきちゃうんで、必ず濡らしてからやってください。であとはテンションは、きれ
ないギリギリかけるんですけど、 P のね 1.5 ぐらい以上になると素手のね皮膚の素手ではそうそう締められないので、締められる、痛くてねテンションかけられないんで、グローブないし、それから締め具ないし使って、テンションをかけてください。で、締めるときは、P1 号 1.5 号ぐらいまでだったら1回でギューッと締めれば大丈夫です。で P2 号3号それから P5 号6号ぐらいになったら 2,3 回に分けて1回で1回で締めちゃうと、そこに発生する中の熱が逃げなくてダメになっちゃうんですね。P ラインがだいたい80度ぐらいまで熱されちゃうと強度がほとんどなくなっちゃいますんで、熱が上がらないように時間かけて締め込んでいきます。はい、で締まったかどうかの確認は、爪をこう立てた時に P ラインが柔らかかったらまだ締まってない状態で、ぐっと締まっていくと、最後のノットの方までカチコチに変わります。でその変わってれば OK です。それからこのやり方でいくと、だいたい1回目のから2回目の間にこういう三角形の隙間ができるんですね。でこれはあった方がなんと強いんです。なぜか最初はそれを嫌がって綺麗なノットにしようと思ってきっちり詰めてたんですけど、きっちり詰めるよりあった方が本当に切れるかどうかのテンションがかかった時に、ここの部分がというか、最終的にこのノットは見たら分かるかな、編み込みの時に編み込まれていくんですけど、メインラインはずっと守られていくんですね。で結局最後負担がかかるのは一番最初のバッテンなんです。その時に一つここに隙間があるおかげで、そこにへの負担が極力逃がされていて強いんじゃないかっていうのが僕の結論なんですけど、ちょっと隙間があるっていうのが、1回目と2回目の巻きつけのところですね。大事かなと思います。はい、ということで締め終わったら、もうこれでノットは基本的に完成です。あとは使ってるうちにほどけてきて、ここが緩み出すと、バラバラになっていってしまいますんで、ハーフヒッチで、何度も締めていきます。でこの時ハーフヒッチのやり方、上から下、下から上を交互にやるやり方と、上から下、だけでずっとやるやり方、2通りあるんですけど、検証した結果強度は変わらなかったです。だからやりやすい、上から下、上から下と。で大体2回ぐらいやったら1回口でこうやってギュギュギュッと締める。でもう1回上から下、上から下ってやってまたギュギュギュッと締めると。で締まっていくと結びコブがこうやって斜めに並んで、螺旋のトルネード描いていきますんで、それでだいたいライトゲーム、シーバスゲームぐらいまでだったら5回ハーフヒッチしちゃえばもう OK です。で、ビッグゲームの場合は20回ぐらい巻いたらだいたいハーフヒッチも20回ぐらい、やってラインをね切ります。だいたい1ミリ2ミリ残して切ります。でハーフヒッチ5回で切った後、さらに同じ向きでハーフヒッチですね。で今度はここのリーダーの角とメインラインの干渉を避けるためのガードノットですね。だから、これも1回ずつ締めて、力でグーッと締めて巻いて締めてという感じで、ここ部分を太くメインラインを保護していく。で時間ある時は、たくさんやります。で、時間ない時はこれも5回で大丈夫です。現場なんかだったら僕はこのハーフヒッチ5回で、だいたい P08 とか15でも5回でこのリーダーがメインラインに触るのは防げるようになりますんで、でここきっちり詰めたら最後は2回のハーフヒッチですね。1回2回でもう糸がないからちょっとばらついて申し訳ないけど、2回ハーフヒッチしたのをギュッと締め込んで、で最後きっちりギューッて3方から締め込んだやつでノットが完成。はい、以上結び方でした。で最後ですね、またちょっと大事なお話があります。 P ラインとメインリーダーのね、バランスなんですけど、だいたい例えば、P1 号で 8.5 キロのラインの倍ぐらいの強さのリーダーを結ぶのがまず原則、一般的原則ですね。だから1号 8.5 キロだったら倍で17キロですんで、この場合ですね30ポンド15キロ、ちょっと足りないですけど、だいたいニアリーなこれぐらいのバランスでリーダーを選ぶと
一番バランスがいいです。この後リーダーをもう一回ねスナップとかルアーに結ぶ時のノットでこっちはどうしても強度劣化が起きやすいので、プラスルアーに近いとかいろんなところでねこういう石や木に当たったりして、強度も落ちてきますから、そういう点で、倍ぐらいの選ぶといいと思います。ただこれもね現場によって例えば、非常に状況がシビアで水も澄んでて魚にリーダーが見られちゃってる、要は細いリーダーじゃないと食わない時は20ポンド16ポンドに下げることもあります。その場合はメインラインよりリーダーの方が弱くなっちゃう場合も時にあります。で反対にめちゃくちゃ根がかかりやすいとかだけど飛距離が必要って時は085なのに、リーダー30ポンドとかそういうのは極端にね太いリーダーを使っていく時もあります。なのでそこは現場に応じて変えるんですけど、一般的なチョイスとしてはそういう感じでやってください。ノットを覚える、要は強いノットを身につけるっていうのは釣り人上達にとって一番大事なことの一つです。なぜかというと釣り人と魚を結んでるねたった一つのアイテムが、釣り糸なんです。でその2つの種類のラインを結んでるノット、もう一つはスナップの方ね結んでるノットがありますけど、ノットをしっかり強さに自信を持つことがすごい大事で、自信はですねもうとにかく結んで実際たくさん実験してみてほしいです。ペットボトルに2リッターの水ね入れてちょっとリーダー巻きつければ2キロの重さになりますんで、2キロの重さ4つ4キロ上げられるかどうか、バケツにね水張ったら15リッターとか張りますんで、P ラインのねこういう号数ですね8キロとか11キロとか P ラインっていうのはどのメーカーも全部何キロで切れるかって大体書いてます。だから、先ほどの編み込み式 FG ノットっていうのは大体 95% ぐらいの結節強力が出ます。で 95% の結節強力が出るってことは例えば P1 号だったら 8.5 キロってことはですねノットとしては8キロぐらいの強さがあるってことなんですよね。はい。で、P1 号に例えば30ポンドのリーダーを合わせたら、こちらのノットは15キロで、8.5 キロのノットと15キロのノットを結節強度 95% の先ほどの編み込み式 FG で結べば8キロ上がるってことはバケツに8キロ入れて実際上がるか試してみてください。でそれで上がったら絶対的な自信がつくんで、これはね本当に上手くなってきた人はぜひ練習してください。僕も散々やりました。はい。でそんな感じで、強い自信のある、自分で自信が持てるノットを持つと変わってくることが2つあります。3つあるかな。1つはですねまず断然合わせが怖くなくなってくるんですね。僕がいっぱい出会ってきた釣り人の中でやっぱり釣り始めてね上手くなっていく過程でよっしゃ食ったおバチンって切れちゃった経験、初心者中級者上級者だってそれなりにあります。でその中でやっぱりノットに対して今まで目を背けてる人は絶対的にノットに自信ないんですね。だからドラグが弱いです。それから合わせも弱い。そうすると合わせろって上手い人から見たらそこで合わせないでどうするって時に差を立ててるだけとか要は叩き込めないんですね。釣り番組でもね鈴木仁君とかがオラオラオラってやってるじゃないですか、マグロっつって。あれができないわけです。あれは彼が絶対的にノットに対して自信があるから自分の体重かけてでもバシバシ合わせられるわけです。そういうふうにまず自信がつくと合わせがしっかり入れられる。でそうするとやっぱり取れるしかっこいいしといいことずくめですね。それから2番目はですねやっぱドラグが自在にドラグを締められる幅が増えます。P1 号でさっきのね 8.5 キロのラインで俺は8キロのノットがいつだって組めるって自信がある人は P8 キロまでぶっちゃけ言えば8キロまで締められるんですよ。で8キロのドラグって GT フィッシングとか平正のね釣りのドラグ設定値でシーバスなんか絶対使わないですけど、じゃあシーバスで3キロのドラグ締めてる人いるかっつうと実はあんまりいないですね。俺は結構強いよって人でも実際僕その研究してた時測らせてもらったこといっぱいあるんですけど、皆さん大体の人が1キロか2キロで俺は結構強いと
だいたい2キロだともう素手で出せないです、痛くて。で 1.5 キロぐらいだとジーって出るんですけど、でその素手で痛くて出せないっていうのは強いと思ってるんですけど、 P1 号だったら8キロまでかけられるのに2キロで強いと思ってるってことですね。でもそれは強くないわけです。で2キロでそうやって切れた経験とかがあるから 1.5 キロぐらいで合わせてんだけど、合わせた瞬間ドラグが鳴っちゃったりして、合わせになってないっていうケースがいっぱいあります。でそれは針が刺さってないってことでもあるんで、最初にね水面出てきてジャンプした時にバツで外れちゃう、チヌとかシイラとかね、口の硬い魚なんかだとよくありますし、シバスもねかかりどこが柔らかいところにかかった時は取れる。これはね合わせ編の動画で詳しくやりますけど、僕なりの持論があって、柔らかいところに刺さった時しか取れてない人がいっぱいいるんですね。大半の人がそうなんです。で硬いところに刺しても取れる、スズキの口の硬いところにも刺さって取ってる人っていうのは間違いなく合わせが強くてドラグも強い人なんです。そういうふうにね、取れない魚が取れるようになるんで、それもぜひやってもらいたいと。それから3番目ですね、やっぱ根がかりが怖くなくなるんですね。回収率は断然変わると思います、ノットが強い人は。で、8キロのねノットが組める、まあ最終的にスナップのとこで6キロだとしても6キロの力に自分のノットはいけるって分かってたら、ドラグを目一歩押さえて引っ張れるわけですね。でそれが2キロで切れちゃう人と6キロで切れちゃう人は全然違うんで、是非ですね皆さんまず最初に今のノットで自分のは何キロで切れるのかっていうのを実験してみてください。リールからね出してね、さっきの動画で他にもいろんな世の中いいノットあるんで、どんなノットでもいいんだけど、ノットの力を自分で最大限高めて、自信のあるこの強度を自分は出せるっていう自信を持ってフィールド出ると、全然またね釣果も変わるし釣りの楽しさも変わってくるんで、是非ノット覚えてください。以上、ルアー上達講座ノット編でした。